序文。これは紀元1世紀頃、クリスチャンに改宗したクレオパスと名乗る霊から送られた通信をジェラルディン・カミンズ女子が書き綴ったものである。本書は3巻よりなるクレオパスの書と称する膨大な原稿群の最初の部分が収録されており、それ自体ほとんど独立した完璧なものである。カミンズ女子はアイルランド・コーク州に住む故アシュレイ教授の娘で、スポーツ界と文学界にその名が知られている人物でもある。彼女はアイルランドでホッケーの選手であり、テニスをよくする運動家である。同時に彼女はアイルランドの農民生活を描いた彼らが愛した大地、マクミラン社、1919年発行の著者であり、さらにスーザン・ R ・デイ女子と二人で表した二つの演劇、破壊された信仰、ダブリン市、アベイ劇場にて上演された。および、狐とガチョウ、ロンドンコート劇場にて上演の劇作家でもある。カミンズ女子は、演劇関係の新聞論説に貢献し、文壇で話題となる小説や演劇の書評を掲載した。本書の内容から察するに、さぞかし哲学宗教に造形深いと思われるであろうが、多読家の女子は、バーナード・ショー、ゴールズワージー、ウィリアム・イエーツなど現代作家の作品だけに限られ、神学、神知学、哲学、キリスト教関係のものは一切読んだことがないということを明記していただきたい。本書、クレオパスの書の一語一語が綴られるにあたって、生き証人として E.B. ギブス女子が立ち会った。彼女は音楽、演芸、旅行に関心を持ち、すでにニュージーランド、北米、南米、インド、ギリシャ、日本、スイスなどを旅行していたが、エジプトやパレスチナには行ったことはない。ギブス女子は1923年の初め頃、カミンズ女子と知り合った。しかも初代教会の歴史には全く関心がなく、さらに教会に行ったこともなく、ましてや入信などとは全く無関係であった。ギブス女子立ち会いのもとに、霊感初期が開始されたのは、1923年の12月で、この時にはカミンズ女子の初期能力は極めて低く、せいぜい15分ぐらいで力尽きてしまう程度だった。しばらくすると次第に時間が延長されて、邪魔が入らなければ2時間ぶっ通すことができるようになった。2年後の1925年12月になって、2時間20分、140分となった。普段のカミンズ女子は書き直しが多く、2日間でやっと600から700語を生み出す程度だった。自動書記が始まると、女子は左手で両目を覆い、肘を机の上に置き、右手で鉛筆を握り、フールスキャップ版、日本の B4、用紙の束の上に持ってゆく。しばらく入信状態が続き、急速に鉛筆が走り出すと、実に明瞭な主体で一字の誤りもなく知的な原稿が出来上がる。そばにいる者が書き終わるごとに原稿をめくって新しい用紙にする。次第に休むことなく正確に書き綴られていく。普段の助手の初期能力と比べてみて、はるかに速い速度で記述されているのがわかる。1926年2月16日には1時間38分もの間全く休みなしで2230語が記述され、同年3月16日には4人の立ち会い人の目の前で1時間5分の間に1750語が記述された。平均1時間に1615語。ある時などは爪書きで2600語が一つの訂正もなく記述されたこともある。書く速さや執筆時間は肉体的精神的条件によってまちまちである。通常は邪魔が入らない限り、おおよそ1時間半を少し超えるくらいである。編纂者一同はカミンズ女子と彼女の記述に協力したギブス女子の指針のない誠実な人間性を大いに買っていた。そもそもこの記述はドイツのオーガスチン女子修道院に所属するアンナ・カタリーナ・エメリック修女が啓示を受け、ローマカトリック教会が神聖なものとして広く容認した主イエス・キリストの謙遜な生涯と過酷な受難および聖母マリアという霊感主義と比較されることが多い。1833年にその内容が出版されて以来、ドイツ語による出版物が多く発刊され、英語、イタリア語、スペイン語などにも翻訳された。著名なカトリック系神学者や聖職者は記された内容が
誠に事実に基づいているか、そして刑事と主張し得るかどうかについて詳細に吟味した結果、これは全く疑う余地のない神聖な刑事の書であるという判断を下した。このような決断によって本書への認識も一段と強化された。本書の至るところに散見されている内容は実に正確であることが実証された。そのいくつかの例を後に挙げてみよう。とにかく我々編纂人はエメリック修女によるドイツ語の啓示書が優れた神学者によって神聖なることを証明されたのと全く同じもの、あるいはそれ以上のものがカミンズ助手によって生み出されたものと思っている。ある観点では本書の方がさらに強力な実証力を持っているであろう。エメリック修女が受けた幻は詩人クレメント・ブレンターノによって記述された。その方法はまず表題だけを記述し、後から回想しながら物語を埋めるというやり方であった。彼が書き終えてから修女に読んで聞かせるのではあるが、この方法では啓示の内容が多少歪められる可能性を持っている。本書の場合、このような媒介人物によって歪められることはない。カミンズ助手も編纂者も全く口を挟むことがないからである。さらに本書は記述されたメッセージである。したがって実に厳格な検査や調査を加えることができるメリットを持っている。編纂者は本書に特別な権威を与えようなどとは考えていない。さらにまた原本そのものについて論評するつもりもない。確かにモートン・プリンス博士とその一派が言っているように、カミンズ助手の潜在意識に関する調査の問題はあるが、前述したように助手の受けた教育や関心事を知ればほとんど問題にならないと思う。求められているものは写本が正確であるかという一点である。記述内容は使者、メッセンジャーと称する例によって送られてきたものであり、使者はあくまでも著者ではない。カミンズ助手にただ忠実に受け取ってほしいと願っているだけである。時々彼は他人が送ってよこす言葉を書き留める書記役を果たす場合があり、送信するときにねじ曲げられやしないかと文句を言うこともある。しかし送信される言葉は直訳的なものではなく、むしろ言葉を媒介とする思想であり、作者の記憶の中に蓄えられたイメージである。もし霊の手によって綴られたものであれば、それはまさに古代の出来事に関して真実を伝えるものである。と、本文の中で語られているごとくである。通信のすべては一人のクレオパス霊、クローパスとも言う、の指令によって送られてきたものであるが、この霊は人間界からははるかに遠い高次元の方であると言われている。事実この霊界通信ではクレオパス霊の指示によって7人の書記が動員されていると言われている。彼らの働きによってクレオパス霊の用いる古代語の清らかさや誠実味が余すことなく現代思想によって表現されている。死者は他の写本のほとんどが消滅してしまった初代教会から始められていると述べている。それと同時に彼はクレオパス霊が一つの記録だけではなく、いろいろな記録を自分で一本にまとめ上げたものから引用しているとも言っている。死者が質問を始めると、クレオパス霊はあらゆる知識が詰まっている記憶の木から必要なものを引き出してきて書記に与え、書記は死者にそれを伝え、死者は助手の思考の中に入っていく。助手の思考の海に漂っている多くの言葉を集めて物語を綴っていく。それはまるでよく磨かれた鏡のように反射されていく。しかし助手の中に使いたい言葉が見出せないときは、とても困ることになる。彼女の記憶の中にない単語や固有名詞などを伝えることはとても難しいことである。時としてこのような困難にぶつかることがある。後になって死者からの通信により興味ある情報が寄せられた。すなわちこの記録のオリジナル、原文は、キリスト降誕後60年ないし70年間の出来事が集められているとのことである。記録の作者はキリストの弟子たちを直接目撃した人々であって、その大部分はエペソかアンテオケで執筆されており、主としてギリシャ語で記されている。ところどころにアラム語やヘブライ語も使われている。いずれにしても死者によって寄せられた一連の事実に関して、編纂者が判断の基準を示さねばならない。